にちは。お元気でしょうか？はーい、このポッドキャストは日本語学習者、中級者、上級者向けのポッドキャストです。無料でトランスクリプトを公開しておりますので、学習に役立ててください。そしてこのエピソードで、出てきた、単語を難しい単語を、私のペイトリオンサイトで勉強できますので、こちらも参加お待ちしております。はい、ということで皆さんご無沙汰しております。はい、大変お待たせいたしました。はるかさん復活です。イェイイェイイェイ。はい、風邪ひいてたんです。まだちょっとね鼻声な感じがしてて、ちょっと風邪の声なんですけど、いけるかなみたいな感じで、はい、もうぼーっとしてたらもう年末なんですよ。もうね、このまんまはるかさんなんか今年ポッドキャストをアップできませんでしたみたいなことになったら大変だから、復活しました。ご心配おかけしました。なんか優しいお大事にみたいな言葉をかけてくれた方、皆さんありがとうございました。はい、生き返りました。フランスから帰ってきて1ヶ月ちょい経ったんですけど、ずっとなんかね、喉の調子が悪くて、で、なんか風がぶっ込まれてみたいな感じで、声が壊れたみたいな、喉がやられたって感じですね。はい。でも、体は元気なんでね。風邪はね、誰かに移すと治るって言うじゃないですか。ね。だからもう、このなんか、スクリーン越しに、画面越しに、はい、皆さんに風邪を移してやろうと。そしたら私が元気になるから、ね。みんなに風邪を移したら私が元気になるというシステムを利用しようかなと思ってます。はい。はい。嘘ですよ。嘘です。嘘ですよ。はい。風邪は画面越しに移りません。はい。皆さん、知らない方いるかもしれないですけど、風邪は画面越しでは移りません。はい。直接会わないと。はい。なのでみんな安心してね。このポッドキャスト聞いた後に、やべ、体調悪くなったみたいなことを私に言われても困ります。これは私のせいじゃないです。映ってないですよ、私の風邪は。ね。ダメだよ。チャンネル登録とか外さないでね、本当に。お願いしますね。はい。なんかそういう映画あったよね。ホラー映画でさ、台湾の、ジュソっていう、なんか、ジュソみたいな。なんかこういう手の形みたいな。この形はあれはね、うんちの形ですね。違う。この形ではない。なんかこんな感じの手のポーズをするの。これはうんちの形ですけれど。はい。あったよね。呪詛って。なんか画面越しに呪いをなんか映すみたいなね。はい。違う。そういう話じゃなくてですね。今日はですね、これ記念すべきエピソードなんです。実は。はい。春の日本語300回記念です。300エピソード。ここまで続けられたのは本当にね、皆さんのおかげでございます。マジで。はい。誰も聞いてなかったら、誰も見てなかったら、300回も話してない。ね。300エピソードや。やばくない？ 300 回も話してんの。何話してきたって感じだよね。覚えてないんですけれども、これからもね、こんな調子で続けていこうと思っております。これからも皆さんよろしくお願いいたします。はい。300エピソードで、一応なんかシーズン4みたいな、春の日本語シーズン4って感じなので、もう皆さんお気づきかと思うんですけれども、オープニングを少し変えました。はい。そして、今回からね、前からそうだったんですけど、ちょっと、なんか、このエピソードはなんか、二部制みたいな感じで、はい。二つ話をするっていうのをもう固定でやっていこうと思います。なのでちょっと長いポッドキャストになると思うんですけど、30分以上ぐらいになるのかな。わかんない。気分で変わっちゃうかもしれないんですけど、二部制です。二つの話をするのが一つのエピソードということで、これからやっていこうと思っております。で、この一つの話が終わったら、またちょっと、音楽が流れて、二つ目の話でいつも通りのエンディングという構成になります。ちょっとね、なんかラジオっぽくしたいなみたいな。結構私のポッドキャストをその通勤中とかなんか車の中とか、なんかそういうところで聞いてる方が多そうなので、ちょっとラジオを
意識してみたいな、ちょっとおしゃれにやっていこうかなと思っております。はい。はい、そう300エピソードなんですね。はい。で今回はじゃあ何の話するかっていうと、記念すべき300エピソードで、シーズン4スタートということなので、改めてね、ちょっと自分の自己紹介とか、このチャンネル何を目指してんのみたいな部分とか、そういう、改めてね、ちょっと私とこの春の日本語の紹介をできたらなと思っております。はい。で、その前にね、私の最近の近況報告みたいなものをして、次の話では、自己紹介、はい、したいと思います。はい。そう、近況報告ね。結構ね、この前回のポッドキャストから空いちゃって、前回のポッドキャストは、あれだね、ブラックフライデー爆買いエピソードでしたね。結構多くの反響をいただきまして、皆さん聞いてくれてありがとうございます。はるかさん、ブラックフライデーめっちゃ買ったねとか、結構私のおすすめのブランド、日本のおすすめメーカー、家電メーカーとか、家具のね、ブランドを紹介して、結構面白いとか、役に立ったとか、欲しいって言ってくれる方もいて、よかったなと思ってますね。あのエピソードを撮って。はい。で、もうブラックフライデーの荷物はほぼ全部届きまして、私の新しいお家に届いていて、もうここ最近はもう本当に1週間に1回ぐらいかな、新しいお家に行って、新しいお家で、届いた、その爆買いしたアイテムを全部開けて、そう。で、組み立てたりして、いろいろやってます。掃除したりとか、いろんなことをしてて、もう結構バタバタしてますね。その間に風邪ひいたの。もうボロボロみたいな。そう。でもベッドのベッドフレームが届いたの、まず。ベッドフレームが。で、ベッドフレームってそのまま届かないじゃん。いや、わかんない。場所によるかもしれないけど、私はそんな高いところで買ってないので、バラバラのパーツすいません。バラバラのパーツで届いたのね。で、自分でボルトボトルじゃないね。ボルトだね。ボトルはちょっと違いますね。全然違うものです。はい。ボルトはナルトの息子？違いますね。はい。ボルトですね。このパーツとパーツ、部品と部品をくっつけるみたいな、ネジみたいなやつを、六角レンチっていうの？説明が難しい。六角形のレンチがね、入ってんのよ。取扱説明書みたいなのがあって、こんな大量のネジ、ってぐらいの量のネジが入っていて、で、六角レンチがあって、自分で作れよ、みたいな感じで、お前自分で作れよ、みたいな感じで、私は4時間かけて、ベッドフレームを作り上げました。4時間。一人で。そのボルトをネジ回してでいろんなところをくっつけてできたと思ったらもう夜みたいなね。はい。もう手がさ、ボルトを回しすぎて、人差し指と親指の指紋、手のシワみたいなのあるじゃん。もう指紋が消えて、ツルツルになりました。ちょっと痛いみたいなね。はい。頑張りました。引っ越しって大変ね。みんなも覚えといて。はい。ベッドフレームは一人で作るもんじゃねえ。本当にそれ。引っ越しは一人でやるもんじゃねえ。はい。私は誰の助けも借りずに、ベッドフレームと、あとデスク作って、自分の PC デスク。で、椅子も大変だった。椅子も1時間ぐらいかかってさ。で、もう、段ボールとこの、包装の、なんだろう。ビニールみたいなのあるじゃん。壊れないようにぐるぐる巻きにされてるみたいな。もう、あれが山のように家にあって、もうこれどうすればいいのみたいな。一人でやるもんじゃないね。引っ越しって。友達とかに親とかに助けてもらうべき。学びました。はい。でも一番大変なベッドフレーム作り終わったから、いいんだけど、はい。あと冷蔵庫来たりとか、いろいろですね。はい。明日もね、新居に行って、
明日はね、電子レンジとか、なんか、洗濯機とか、あとソファーとか、来ます。あとパソコンも来んのかな。レインボーにクインクインクインって光る、キラッキラのゲーミング PC が届きます。イエーイ、やったね。はい。ってな感じですね。あとさ、引っ越しの時に、なんかいろいろ届いた時に、その段ボールにこう入ってるんだけど、まず段ボール邪魔ね。捨てるのが邪魔はどうしようってなったのと、あとなんか、発泡スチロールが入ってるの。発泡スチロールっていうのは、お魚とかが入ってる白い箱あるじゃん。で、キュッキュッキュッってなるやつ。ね、あれ発泡スチロールって言うんだけど、発泡スチロールでこう、なんか守られてるのね。保護されてこう、物が届くんだけど、私この発泡スチロールが昔からめちゃめちゃ嫌いなのね。なんかもう、本当に嫌いって感じなの。なんで嫌いかというと、発泡スチロールと発泡スチロールがこう、擦れた音が、今想像しただけでちょっと鳥肌が立っちゃうんですけれども、このキュッキュッって音がね、本当に好きじゃないの。そういうのあります皆さん。この音ほんと無理みたいな。例えば一番有名なのは、黒板学校のブラックボードね。黒板を爪でガリガリとか言った時のキーンみたいな音、ってなるじゃん。今みんな多分 50% ぐらいの人に今私と一緒にイーンってなったと思うんだけど、今聞いてることで。そう。発泡スチロールめちゃめちゃ苦手で、一人でなんかこうキューって言った瞬間、ってなって、ってなりながら、荷物を開けて、で、なんか、発泡スチロール大きいからさ、ちっちゃくしてゴミに捨てなきゃいけないのね。なんか、ゴミ捨てマナーね、日本の、まあ、東京のゴミ捨てのところはさ、ちっちゃいし、うちアパートだから、そんなに大きくないのよ、ゴミ捨て場が。だからちっちゃくしていっぱい袋に入れてまとめてっていう方法で捨てるんだけど、その発泡スチロールをこうちっちゃくこうパキパキって割ってたの。なんか、えいみたいな。みたいな感じでこう、ね。なんか空手みたいな。空手やったことないけど、みたいな感じでこうやってちっちゃくしてたらさ、その発泡スチロールが粉々になったのね。このパキって割った場所からなんかちっちゃい発泡スチロールがなんか分離してピューンとか言って、なんかボロボロになった発泡スチロールが下にね、なんか散っちゃったのね。掃除しなきゃみたいな。で、まだ掃除機とかありませんから、指でこうなんか手でこうやってこう集めてさ、ゴミに捨てようと思ったんだけど、発泡スチロールってさ、すごく軽いじゃん。ね。あれはプラスチックでできてるの？ちょっとよくわかんないんだけど、発泡スチロールってそもそも何って話なんですけど、そう。あれ軽いじゃん。ね。だからさ、なんか、静電気で、冬場の乾燥でさ、すごく静電気が、電気がさ、溜まるじゃん。乾燥してる時って。よく、扉開けようとしたらパチーみたいな。パチーみたいな。ピカチュウみたいな。ピカチュウみたいになるじゃん。ね。痛いじゃん。あれがすごすぎて、発泡スチロールをこう、手でこう粉々になったやつね、集めて、ゴミ箱に捨てようと思っても、全部私の手とセーターに全部くっついちゃって、真っ白みたいな。一人でこうやってかき集めて、こうやって手の中に、って言って、こうやって取ってさ、静電気から。で、ってゴミ箱に捨てるんだけど、捨てて、一瞬こう、ゴミ箱の方に行くんだけど、静電気が強すぎてまた私の手に戻ってくるのね。なんか、スーパーパワーみたいな。いらねえよ、そのパワーみたいな。って言っても、シュイーンって私の手に戻ってきてさ、一生発泡スチロールの、粉々の破片を捨てられないっていうのを一人でずっとやってました、家で。クソみたいな。クソみたいな。みたいな。もう体中発泡スチロールまみれみたいな感じになっちゃって、それを一人やっていて、もう嫌だ。もう嫌だと思いながらやってましたね。はい。そんな感じだからもう引っ越しは一人でしちゃいけない。誰かに助けてもらえる人がいたら、みんな助けてもらった方がいいよ。私みたいになるからね。はい。楽しいんだけどね。楽しいんだよ。ぶっちゃけ。なんか、ルンルンでこうね、いろいろ作りましたけど。はい。楽しいんだけどね。大変だったよって話ね。
はい。ということで、そんな感じで私は、2週間ぐらいを過ごしました。他は特にないっす。風邪ひいてたぐらいで。もう年末だなっていう。友達とちょっと会ったりとかね、風邪が治って昨日とかもね、友達とタイ料理屋さん食べに行ったりとか。はい。ってな感じで、今日の小話は以上です。はい、ということで、次のテーマは自己紹介。私の自己紹介ですね。みんなさ、どっから私のさ、ポッドキャストを聞いてるかわからないじゃない？もう、はるかさんのエピソード全部聞いたよっていうやべえやつもいるじゃん。やべえやつっていうのは悪い意味じゃないよ。すごい人ってことね。やべえ、マスターみたいな人もいるかもしれないし、もう私がポッドキャスト始めた時からずっと聞いてるみたいなすごい人もいるかもしれないし、最近聞き始めましたみたいな人もいるかもしれないし、いろいろじゃん。で、私誰みたいな。この人誰って思ってる人もいると思うんですよね。はい。なのでもう本当に、初期、基本から、自己紹介みたいなことをしていけたらなと思っております。はい。まずお名前は、はるかです。はい。よくはるさんって言われるんだけど、正しくははるかです。はい。はるか。かが入ります。春の日本語だけどかが入ります。はるかです。どうぞよろしくお願いします。はい。出身は東京生まれ、東京育ち、シティガール。いや、みたいな感じですね。はい。はい。ガチガチの東京生まれですね。これは自慢してます。いろんな人に。よくさ、大学とかいろんな会社とか行ってさ、どこ出身みたいな。東京みたいな。その時点でもうマウント取れるよねっていうね。はい。ごめんなさい。失礼いたしました。はい。年は、31歳です。31歳。犬年。でも心は18歳。はい。ということで、血液型は O 型。多分。誕生日は2月22日です。猫の日ですね。222。はい。日本語の先生になってからは、何年だ？今2025年だから、6年ぐらい経ってんのかな？ 2019 年に日本語の先生になって、最初はね、日本語学校の先生だったんですけど、コロナを機に、フリーランスの先生になって、ポッドキャストを始めたって感じですね。はい。で、趣味はゲームかな。はい。昔っていうかちょっと前まではね、アニメって言ってたんですけど、最近マジでアニメ見てないんで、言わない方がいいなっていう。はい。ってことでゲームっていうことにしております。はい。好きなゲームは、ゲームもそんなにしてないんだよね、最近。よくないね。好きなゲームは、言ってもね、私はメンバーシップ限定で、私のゲームプレイ動画をアップしたりしてるので、興味ある方はぜひ YouTube でメンバーシップになってみてください。私のゲームプレイはうるさいと思います。はい、それだけ言っとく。はい、騒いじゃうんだよね。そう、一番好きなゲームで言うと、やっぱゼルダかなって思いますね。ゼルダのブレイスオブザワイルド、ティアーズオブザキングダム。この2作品は、プレイしながら、すげえみたいなことを言いながらプレイしたゲームな気がします。はい。他にもいろいろありますけれども、パッと上がるのは、やっぱこの2作品を超える感動は、ね、なかなか難しいなみたいな部分ですね。はい。で、一応アニメね。最近あんま見てないんだけど、好きなアニメで言うとパッと思いつくのが、モブサイコ100。はい。大好き。モブサイコ100、シュタインズゲート。はい。エルプサイコングル。はい。大好きですね。あとは進撃の巨人。進撃の巨人とか、夏目友人帳とか好きですね。はい。やっぱちょっと古いかも。
な最近で言う、まあ、ゆるキャンとかも好きですね。あと、ヴィンランドサガとかね。好きですね。ヴィンランドサガ。ヴィンランドサガシーズン3ずっと待ってる。まだかな。ね。思いますね。結構、なんだろう。ゴリゴリかっこいい系が好きかもしれない。まあ、癒し系、可愛い系も好きだけど、結構ゴリゴリかっこいい系、ストーリー深い系が結構好きですね。見るとしたら。うん。はい。なんかおすすめあれば教えてください。はい。あとはですね、最近はなんか、美味しいラーメン屋巡り、カフェ巡り、美味しいなんかカフェを探して結構いろいろ行ってますね。あとはピザ屋巡りとか、なんか美味しいものを探したいっていう気持ちが最近ありまして。うん、はい。特技。特技。マジでないんだよね、特技って。あるみんな。なんか絵が上手いですとか、歌が上手いですとか、スポーツできますとか、なんか、ね、マジックできますとかさ。ないんだよね。本当に普通の人。平凡。まあまあ、でも強いて言うなら仕事的に言うとやっぱ、会話かな？マンツーマン会話はなんかもともと私営業とかやってたし、今日本語の先生で会話レッスンやってるから、はい。会話かな？で、苦手なことは大人数の会話。得意なことマンツーマンの会話。苦手なこと大人数の会話でございます。はい。はい。はい。好きな食べ物。好きな食べ物は、フライドポテト。まあ、これは絶対ですね。フライドポテト、あと銀杏、焼きおにぎり、ポップコーン。この4つかな。なんか、あったら絶対注文する。なんか、映画館行ったら絶対ポップコーン塩、絶対注文するし、銀杏と焼きおにぎりをもしお店、まあ、居酒屋とかで見つけたら 100% 頼みますね。なんならおかわりしますね。うん。で、フライドポテトも絶対に注文します。はい。フライドポテトはね、細切りが好きですね。細いやつ。マック形式。マックのやつですね。うん。KFC とか、ああいうのじゃなくて、モスバーガーとかじゃなくて、はい。細いやつが好きですね。はい。嫌いな食べ物は、蕎麦、ピーマン一族です。ピーマン一族はなんかピーマン、パプリカ、シシトウとかなんかピーマンみたいなやつ全員好きじゃないですね。子供の時から。蕎麦も好きじゃないですね。あと苦いものはあんまり好きじゃないですね。ゴーヤとか、ああいうの。実はね、柚子もちょっと苦手。ちょっと苦いじゃん。柚子も実はちょっと苦手。みんな好きじゃん、柚子。ね。柚子嫌いとか言うとみんなに嫌われそうだから今まで言わなかったんだけど、初めて告白します。私は柚子があんまり好きじゃない。はい。告白しました、今。うん。はい。これが嫌いな食べ物。好きな飲み物。好きな飲み物は、ドクターペッパー。嫌いな飲み物は、ルートビア。はい。似てるじゃんと思った人いるかもしれないですけど、全然似てないですね。全然似てないですから、あれ。ルートビアはマジ薬。マジ飲めない。ドクターペッパーは最高。はい。ドクターペッパーがあれば本当私は喜びますね。うん。はい。次。推し。私の推し。はい。私の推しはですね、二人っていうか一人目はですね、声優の松岡義嗣さんはもうずっと推しですね。1月にね、松岡さんのラジオの公開収録のイベントに行きます。推し活。イェイ。昼の部、夜の部、どちらもチケット取りましたね。うん。松岡さんはずっと好きですね。はい。はい。あとはですね、最近ちょっと新しい推しが増えまして、グループなんですけど、超特急っていうグループ皆さんご存知ですか？日本の、アイドルっていうカテゴリーではないんだけど、アイドルみたいな感じで。パフォーマンスグループなんですけどね。超特急。はい。超特急推しですね。はい。毎日超特急の曲を聴き、YouTube を見てる。そんな生活をしています。はい。全員好き。今も超特急の中で9人いるんですけど、
推しが選べない。誰推しにするか、誰担当、自分が一番好きなメンバーを選べない。本当にみんな好きです。っていう状況。もし超特急好きな人いたら、ぜひコメントください。はい。仲間。私はまだ新規なんで。新規っていうのは新しく、ファンになった人のことね。新規って言いますね。私はまだ新規なんでね。はい。はい。次はね、もうちょっと日本語の先生とか、ポッドキャストの話をしたいと思います。なぜ日本語の先生になったのか。これはですね、なんか一言では言えないんですけど、もともとね、私はね、IT の会社で普通になんか営業をやってたり、マーケティング部にいたりとかしてたんですよね。はい。全然違うお仕事していたんですけど、ちょっと自分向いてないなとか、なんかこれじゃないみたいな、私がやりたいことはこれじゃないみたいな思って、で、なんかふとコンビニに入った時に、コンビニのスタッフさんが全員外国人だったのね。今ってさ、もうなんか、この2025年はさ、もう当たり前のように海外の人がいるじゃない？ジャパンに。ね。でもね、私が日本語教師になろうと思ってきた数年前、2017年とか16年とかは、まだまだ珍しかったんだよね。増えたなぐらい。留学生増えたよねみたいな。なんかコンビニの店員さん、外国の方増えたよねぐらいの感覚だったんですよね。で、はっと思って、日本で生活するのむずくねと思ったの。なんでみんな日本に来たのみたいな。こんなクソめんどくさい国ないぞと思いまして、その時。言語とか、人間関係。日本人は本当にめんどくさい人種だと思ってるのね。だし、あと、ルールとかマナーとか、仕事文化とか、とにかくすごくユニークじゃない日本って。いろんなことに関して。いい面も悪い面もね。でも大変そうだなと思って。なんか手助けできたらいいなみたいな感じで、なんか優しい心が言い始めましてね。私のはるかちゃんの優しい心が。なんか、はるか、こういう人助けみたいなことをするのがいいんじゃないみたいな。で、海外興味あったんで、日本語の先生面白そうだなみたいな感じでなったって感じですね。現状そんな簡単な仕事じゃないんだけどね、本当に日本語の先生って。本当に大変なこといっぱいあって、理想と現実っていうもんがいっぱいあったんだけど、総じて、今、結果的になってよかったなと思っておりますね。はい。で、ポッドキャストを始めた理由。そうですね、春の日本語は2020年6月にスタートして、もうすぐ6年なんですよね。そんなにやってんの？やばくない？ 6 年か。0歳の子が小学校になっちゃうぐらいのレベルでしょ。やばいね。ポッドキャストを始めた理由は簡単ですね。普通に自分のプライベートレッスンの集客のためでした。なんかどうやったら自分のプライベートレッスンの学生を増やせるかなと思って、で、なんかその時に日本語を教えていた私の生徒さんに、なんか最近ポッドキャスト聞いてるみたいなことを言われて、じゃあなんか無料でできるし私も始めるか、みたいな。で、なんか中級向け？当時はね、N4、N3 ぐらいの人をターゲットにやってきたんですけど、そう。はい。今はどっちかというと上級者だね。向けのポッドキャストに落ち着きました。という感じですね。はい。なんかさっきからさ、キッチンの水がポチポチ落ちてるの気になってた人いたら本当にごめんね。なんか水がポチポチしててさ、なんかちょっと音入ってたら申し訳ないな。はい。そう。で、どんなチャンネルを目指しているのかというね、この春の日本語は。はい。こういうことはあんまり話したことないかもなんですけど、個人的にはやっぱ上級者向けコンテンツを作りたいっていうよりは自然な日本語を皆さんに届けたいという気持ちですね。やっぱ自然な日本語になるとどうしても上級者向けになっちゃうんだよね。こういうスピードとか話し方とか、
なんか本当に友達と話してるかのような日本語を皆さんに届けたいと思っていて、あんまりそういうコンテンツって少ないじゃないね。本当に友達と話してるみたいな。やっぱ、この、一番ね、多い悩みっていうのが、友達と話す時の日本語ってどうすればいいのとか、なんか、本当の日本人が話してる、なんかこう、例えばね、なんか日本語学校でもいいんだけど、なんかいろいろ YouTube で勉強でもいいんだけど、日本語学習者コンテンツを聞いていても、実際に本当のガチ日本人、なんかね、と話そうってなった時に、全然違うみたいな、このギャップが生まれちゃうじゃない？あるじゃん、そういうのって。教科書日本語と生の日本語全然違うよみたいな感じ。なんかそれを私はあんまり、なんかこう、カバーしたいみたいな、思っていて、その自然な日本語でできるだけ話しているんだけど、やっぱそうするとどうしてもちょっと上級者向けになっちゃうな、みたいな部分があって、はい。だからできるだけ自然な日本語、だから難しい言葉をわざわざ使うんではなくて、なんかこう、実際に私が友達とお母さんとかお父さんとか、まあ話すときにどういう話し方をしてるのかっていうのを皆さんに届けたいなみたいな部分があります。はい。まああとはね、ニュースのこととかも私は好きなんで、やっぱ日本の、なんだろう、本当の日本の現状を届けていきたいみたいな、はい、ことは思ってますね。今日本で何が起こってるのかとか、ね、なんか誤解されてることとかもいっぱいあるし、日本について。なんか実はこうなんだよとか、なんかそういうとことかもね、まあ深掘りしていけたらな、みたいな、思っていますね。うん。なんか、そう。はい。だからなんか、トランスクリプトを無料で公開してるのもそういう意味合いがありますね。うん。私の日本語ってやっぱりどうしても早いし、なんか、ねっていう感じは自然すぎることとかもあるだろうし、難しすぎる場合もあるんですよね。トピックによってね。だからトランスクリプトを無料で公開してって字幕をつけているということです。うん。はい。まあね、いろんなね、ポッドキャスターさんがいて、いろんな YouTube チャンネルがあるんだけど、みんなそれぞれ多分、こだわりがあると思うんですよね。私はこうだからこうやってるって、僕はこうだからこうやってるっていう人がいっぱいいるんで、私はこういうスタンスですっていう感じですね。うん。はい。まあ、役に立ってんのかなわからんですけど。まあ、あとはですね、一日本語学習コンテンツとして、消化されるのではなく、春の日本語というチャンネルが好きっていう人を増やしたいな、みたいな。うん。なんか、楽しんでほしいってことですね。はい。なんか、学習のためだけに聞くんじゃなくて、なんか、はるかさんの話って面白いとか、はるかさんのチャンネルは、日本語学習めんどくさくなっても聞きたいって思えるようなチャンネルにしたいな、みたいなことを思ってますね。やっぱなんか働いてるとさ、日本語勉強すんの大変じゃん。ね、隙間時間にさ、聞かなきゃ、ポッドキャスト聞いてとか、単語勉強してとか、ああ、やべえ、今週やってないとか、あるじゃん。ね。なんか意識的にこう、日本語をこう、つかみに行かなきゃいけないじゃない。でももし、一つのチャンネルがすごい好きで、この人の話だったら日本語の勉強を抜きにして聞きたいっていうのがあれば、そんなになんていうの、ストレスにならないじゃないっていう感覚。うん。なんか自然に聞いて自然に、あ、でも日本語のリスニング上がってるかもみたいな感じで、なってくれたら私はなんか、本望だな、みたいな。嬉しいな、みたいな。はい、望み通りだなという気持ちです。はい。なんかすごい熱く語っちゃったみたいな感じで。はははは。はい。そう。まあそれが私のどんなチャンネルを目指しているかみたいな部分とこだわりみたいな部分ですね。はい。で、目標っていうのがね、あんまりなくて、これ良くないよね。なんか目標がないやつとかいるんだ、フリーランスでって感じなんだけど、そういうのね、あんまり、なんか、明確にこう、野心を持ってやってるタイプではございませんので、あんまりあれなんですけれども、まあ、個人的に考えてるのは、細く長く続けていきたいという。なんかチャンネル登録者数爆発的に増えてほしいとか、
再生回数が爆発的に伸びてほしいとかはあんまり今まで思ったことなくて、多分そういうチャンネルにはならない気がしてて、そうで、でもこの先も1年2年3年4年、今まで6年やってきましたので、こうなんか細く長くやっていければなみたいな思いでございます。それが一番個人的にはなんか自分の幸せにつながっている成功方法な気がしております。はい。なんか爆発的に金儲けたいとかも思ってないし、なんか細く長く自分らしく生きたいなと思っております。皆さんよろしくね。って言ってもね、6年間タラタラなんか多分6年間やっている中で私の成長率ってすげえ低いと思うんだけど、でもなんか6年間成長し続けてるっていう分にはなんか嬉しいことだなと思ってますね。みんなありがとう。嬉しい。はい。今後やっていきたいこととかっていうのは、最近はね、ゲームのメンバーシップを始めたので、それをもうちょっと盛り上げて、ゲーム話をみんなでこう友達みたいにしたいみたいな、そのリスナーさんたちの中でも多分ゲーム好きな人いっぱいいると思うからね、はいとかかな。なんかもうちょっと交流していきたいですね。はいかなあとオリジナリティあふれるお話を届けていきたいですね。はい。だからでもそれをするにはさ、やっぱ自分も新しいことにいろいろこう見つけていかなきゃいけないっていうね、こともあるんだよね。なんか発見をしていかないと、ポッドキャストのエピソードも撮れないから、そう。っていうね、なんか急に熱く語っちゃったみたいな、真面目なはるかさんって感じでしたけれども、そんな感じです。もし皆さんね、リクエストとかこういう話してほしいっていうのがあれば、今度ねちょっとリクエストボックス作ろうかなと思ってて、はいね、そう、あといろんな人になんかみんなさんからなんかアンケートを取ってそれについて話すっていうのもどんどんしていきたいなと思っております。はい。いかがでしょうか。他に何か質問があればぜひコメントで送ってください。はい。以上です。あと何か言ってないことあるの？猫飼ってます。モナくん。バカでかい猫。今寝てるんだけどね。黒猫ですね。はい。モナくんっていう。はい。巨大猫を飼ってます。はい。あとは何だろう。あとは何だろう。最近ハマっていることもないしな。最近ハマっているものは納豆ぐらいかな。納豆をよく食べている。健康のために。いや、最近は健康を意識してますね。もう31歳なんで。はい。なんかさ、ソファーじゃない。ベッドフレーム作りしてる時にさ、ずっとこう、かがんで、ね、座ってかがんでこうやって作ってたらさ、腰が痛くなっちゃってさ、もうストレッチみたいな。ずっとね、私はデスクワークだし、もうずっともう6年間家で仕事し続けてるんで、本当になんか体調管理気をつけようっていう気持ちですね、今。はい。次回はね、1年の振り返りとか来年の抱負とかを話すので皆さんお楽しみに。今体調管理で思い出した。来年の目標は体調管理っていうね。はい。ということで、以上。はい。今日話したら島田トランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。で、YouTube で、ゲームのメンバーシップ始めております。週1回か2週間に1回ぐらいゲーム動画をアップしてますので、ぜひチェックしてください。私なんかね、うるさいんだよね、私のゲーム。うるさいよね。
なんか変な声出してるよね。なんかピピピピとかなんか31歳でちょっと恥ずかしいとか思ったりもするんですけれども、もうちょっと大人なゲーム実況をしたいなと思ってますけれども、はい、興味ある方はぜひお願いいたします。あとはですね、私と他の先生とやっている、会話グループクラス日本語コミュニティのサニーサイドジャパニーズというものがありましてですね、サニーサイドジャパニーズ、今までね、新しいメンバー募集してなかったんですけど、1月の4日、日本時間0時から、限定5名で新しいメンバーを募集します。はい。コミュニティ入りたい人、日本語学習コミュニティに入りたい人、会話クラス受けたい人、ぜひ、チェックしてみてください。サニーサイドジャパニーズですね。そう、5名です。詳しくはウェブサイトを見てほしいんですけど、どんなコミュニティなのかっていうと、すごく小規模なコミュニティで、レベルはねバラバラなんですけど、日本語のレベルが。部活とかがあったり、部活はなんかゲーム部、シャドーイング部、読書部、音楽部と、部活を通して日本語をさらに勉強しようというのもありますし、メンバー限定イベントもありますし、ディスコードもありますし、いろいろですね。はい、詳しくはウェブサイトをご覧ください。5名限定なんで、5名申し込みがあった瞬間にもう打ち切っちゃうんで、はい、1月4日0時、はい、もう0時になったらプランが買えるようになるので、もうプラン買っちゃってください皆さん。はい、トライアルプランでもいいし、そのままマンスリーメンバープランでもいいし、はい、サブスクリプションになりますので、よかったら。はい、そしてサニーサイドジャパニーズはね、先生たちとサニーサイドジャパニーズポッドキャストという会話形式の、別のポッドキャストもやっています。ぜひこちらも、ご覧ください。はい。あと、ゆうゆうさんとやっている春とゆうとゲームで日本語というゲームについてお話しするポッドキャストもやってます。そして YouTube チャンネルもありまして、 YouTube チャンネルではゆうゆうさんとゲームしてますね。今日もね、ゆうゆうさんとゲームを収録しまして、面白かったですねはい、本当に面白い。ぜひこちらも登録お願いいたします。はい。あと最後に私の Patreon サイト、こちらのメンバーも募集しております。Patreon では今日話した話の、難しい言葉を勉強できたりとか、タメ口ポッドキャストでお休みポッドキャストというのがあるんですけれども、それをフルで聞けたりしますので、ぜひ、参加してみてください。はい。ということで皆さんありがとうございました。次回は今年最後のエピソード、最後のエピソードになるかもしれません。はい。多分ね。ということで以上です。はい。皆さんも体に気をつけて風邪ひかないようにね。はい。ということでまた次回。さよなら。